はいどうも、てなです。今回実食部屋でもオープニング撮ってるんですけど、特に深い意味なく、またカメラの移動がめんどくさかっただけです。まずですね、12月6日のカエルバトルクラブでの生放送をご視聴いただいた皆さんどうもありがとうございました。いや、やっぱ緊張しますね、生調理ってね。皆さん気づきました？僕ネギ切ってる時手震えてましたもんね。プル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 しましたもんね。でその時間帯タイミングが合わなかったよって方々へのご連絡なんですけど、この動画の概要欄にその時の生放送のアーカイブを残しておりますので、その時僕がどんだけ手が震えていたのかとか、どんな感じの生放送やったのかとか、もし気になる方がいらっしゃいましたら、ぜひ動画の概要欄から飛んでいただければなと思います。で、ちょうど明日12月13日のまた23時から僕また生放送に出演いたしますので、もしご都合がよろしければぜひご覧いただければなと思います。で、今回の動画なんですけど、皆さん好きなお惣菜ってあります？僕ですね、中華惣菜の鶏皮の唐揚げが大好きなんですよ。甘辛いやつ。なので、今回はそれを作っていこうと思います。実際はもう作って食べた後に今このオープニング撮ってるんですけど、ということで早速、本日も作っていきましょう。では今回唐揚げっていう結構脂っこいメニューなので、ちょっとさっぱりめの付け合わせから作っていきます。いつも通りのお漬物をですね。で、今回漬けていくのが、この時期美味しいカブですね。では調理スタート。で、今回このカブの皮を剥くかどうかすごい悩んでるんですけど、もっと大きいカブやったらもう皮の繊維質が強すぎてもとても食べれたもんじゃないんですけど、このサイズやったら微妙にいけそうっちゃいけそうですよね。というわけで人体実験。全然いけるね。じゃあ僕は皮付きのまんまいきますか。そしたらここに浅漬けの素とおろしにんにく、あとは冷蔵庫でたまに上下を返しながら2時間ぐらいですかね。まだこれ途中なので最後もう一度なんていうか仕上げを行います。ではここから鶏皮を揚げた後に絡めるタレを作っていこうと思います。なのでその調味料を一度ここにバッと並べていきますんで、せーの。こちらからコチュジャン、豆板醤、酒、醤油、みりん、砂糖、蜂蜜、生姜、ニンニク、ごまですね。で、砂糖は今回ザラメ糖にしました。特に深い意味はないです。なんか普通にお砂糖とか三温糖でもいいかなと思います。で、今回蜂蜜を使ってるのは照り出しのためと、あと鶏皮にこうまとわりやすくするためですね。まとわりつくというか、絡みつくというか。で、正直もうめんどくさかったら、砂糖と蜂蜜を抜いてもうちょっとみりんの量を上げてもいいかなと思います。で、今回の比率なんですけど、このコチュジャンと豆板醤を合わせたものを1個のものとして2対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 1対1対適量適量。辛いものがお好きな方ってのはまた豆板醤とか揚げてもいいと思うんですけどね、僕はあんま得意じゃないので、では一度こちらを鍋に移して、あとはこちらを、あとは焦げないようにこうかき混ぜながら、このタレに照りが出るくらいまで煮詰めていきます。多分傘が半分になるくらいにはもういい感じに照りが出てくると思うんですけど、あとは仕上げにいりごまを入れてあげれば、はい、タレ完成。うまいね。ただ結構辛くなってもうたね。甘さとかしょっぱさのバランスはいいんですけど、一口舐めたら鼻の頭から汗がブワッと出る感じの辛さ。辛っ。完全にしくった。ではここからメイン食材のこの鶏皮の下準備に入っていきます。で、この鶏皮はこの段階だと、例えばこういった羽とか、これとかすごいね。多分これ気管やと思うんですけど、こういった取り残した内臓とか、まずはそういったもののお掃除からですね。で、この鶏皮についてる
この期間なんですけど、ちょっとこれが何なのか僕ちょっと分かってないんですけど、ちょっとこれ切ってみるとですね、こんな風に中からちょっと液体が出てくるんですよ。で、大して臭みがあるわけでもないんですけど、決して気持ちいいものではないので、ちょっと今回これは取り外そうと思います。一体この丸っこいのは何なんでしょうね。もし詳しい方いらっしゃいましたらぜひコメント欄で教えてください。あとは取り替えについているこういった黄色い脂肪、もしこれが気になるようであれば包丁なんかで透き取ってもらってもいいかなと思うんですけど、僕はあんま気にならないのでこのまんまいきます。そしたらここに酒を振って、でちょっと揉み込んで、このまんま5分ほど放置。どうしても鶏皮って独特な獣臭さというか油臭さのある部位なので、臭み抜きですね。で、も5分ほど経ったんですけど、5分もすると大体こんな感じで白っぽいというか濁った液体が出ますんで、これをペーパーなんかで拭き取って、あとは食べやすい大きさにカットすれば、で、ここまでの処理が終わったものが、あとこんだけあるんですね。これ全部合わせて 4.5kg 分ですね。で、この鶏皮を処理する上で、こんだけの量の、よくわからない部位とか、あとは気管とか、結構いっぱい取れたんですよね。まあこの気管が美味しいのはなんとなくもう予想はつくんですけど、コリコリしてて。ここどうしましょうかね。ちょっと食べてみます？いびきポン酢かなんかして。おそらく毒はないと思いますしね。まずかったらその時は、ではこれからこれに下味をつけて、衣をつけて揚げるところまでいきます。で、最後このタレと合わせますんで、この下味ちょっと優しめにつけてます。そしたらここに片栗粉を打ってしっかり全体にまぶして、一枚一枚にしっかりつけるような心持ちで、あとは余分な粉をはたいて揚げるだけですね。で、今回鶏皮なので、すぐに火は入るんですよ。ただ、カリッカリにしたいんで、はじめ160度ぐらいから鶏皮を入れて、だんだんと温度を上げていって、180度ぐらいで揚げ終わりにしましょうか。よし。そしたらカリッカリになったらこれを引き上げて、下にペーパーとかかませながら余分な油切って、あとは鶏皮が熱いうちにタレを絡めて、これで完成。途中このタレがなくなっちゃってところどころプレーンが入っちゃってるんですけど、まあそれもまた一興ってことで、ではまずこちらをこの大皿にせーの。とりあえず鶏皮の唐揚げは完成したので、続いていぶきポン酢の方を作っていきましょうか。で、あとは粗熱が取れたらラップをかけて冷蔵庫でキンキンになるまで冷やしておきます。で、食べてみて美味しかったら残りの分もいぶきポン酢にしましょうかね。今晩の夜食にでも。では続いて今度カブのお漬物の仕上げですね。あとはここにオリーブオイルとブラックペッパー、これでカブの浅漬けマリネ風ですね。というわけでこれでもともと予定してた調理は終わったんですけど、どうせならということで
で、それからこちら、こちら先日の生放送で僕がご紹介した土手煮と明太子の皮の佃煮ですね。ということで、これにて完成というわけで実食編へ GO！ というわけで無事に完成しました。鶏皮唐揚げ。なんかいい感じの照りも出てくれましたね。ただ今正直もう冷え冷えなんですよ。っていうのも、出来上がった料理をこのテーブルで配膳してる時に気がついたんですよ。僕全身ぬるぬるやんと思って。だからパパッとシャワー浴びてきたんですけど、そしたらもう冷え冷えになっちゃいましたね。まあよかろう。では早速食べていきましょうか。いただきます。で、今日ビール飲む前にもお腹空いてもうて、先にご飯から食べようかな。うまっ。やっぱこの味は安定してうまいね。で、冷え冷えやけどめっちゃまだカリカリ。ちょっとこれ聞こえるかな。もう言わずもがなでうめえ。チキン南蛮みたいにこう染み込んでるわけじゃなくて、飴細工みたいにこう表面にコーティングしてるっていうんですかね。だから衣がしなしなしてるわけではないので、揚げて3時間経ってるにもかかわらずカリッカリ。いやでもね、めっちゃ辛いんですけど。で、ちなみに途中タレがなくなっちゃった分のこのプレーンのやつ、これ時にカメラ回してなかったんですけど、塩コショウとガーリックパウダーを振りかけてるんですよね。だからこっちはこっちでお酒との相性抜群やもんね。ではここら辺でカブのお漬物参りましょうか。いや、何気に今回こういったアレンジするのは僕初めてなんですよね。いや、決して美味しくないわけではないんですよ。でもやっぱ僕が和食が好きやけんですかね。なんか慣れない味が急に来たんでびっくりする感じ。で、茎のとこもうちょっとつけてもよかったかな。それか一回塩もみした方が味が入ったのかもしれないですね。まだちょっと浅すぎるかな。なんというか、なんとも言えない感じですね。じゃあもう次、土手煮と参りましょうか。いや、やっぱこれうまいわ。最近この商品と巡り合ったんですけど、やっぱこれうまい。今度動画で土手煮もしようかな。ちなみにこの商品の詳細に関してはぜひ概要欄をご覧いただければと思うんですけど、というか僕の最近の生放送、本当おすすめなので、もしご機会がありましたら。うまっ。このカブのお漬物をより美味しくするにはどうしたらいいかなって考えてみたんですけど、個人的にカブの周りの皮というか繊維質のところの方が歯応えが僕は好きやったので、中心は中心で煮物とかに使って、外側の皮を剥いた部分でお漬物したらもっと美味しくなるかな。ただもっと大きなカブになったらもう繊維質が強すぎてとてもじゃないけど噛み切れないので、このくらいのサイズであればって話ですけど。で、あとマリネ風って言うんであればもっと酸味が欲しいなと思ったんで、なんか白ワインビネガーとかお酢とかレモン果汁とかがあったらもっと美味しかったかな。ちょっともう一回リベンジしたいな。じゃあここら辺で今回の一番の問題児と参りましょうか。なんかようわからん部分。
まあでもとりあえずこの期間というか食堂多分期間と思うんですけど、多分これはなんとなく美味しいのはわかるんですよね。あ、普通にうま。なんかね、思ってたほどコリコリっていうよりかはシャキシャキって感じで、味は鶏皮の味がする。じゃあ次はここですよね。これってナコの部分なんやろうね。いや、なんかブニブニしてグニグニして全然美味しくない。で、これ味はなんて表現したらいいんやろ。謎の部位の周りに鶏の油がこうまとわりついてるんで、その鶏の油でなんか油臭いというか、簡単に言うと不快感って感じ。あんまり美味しくないな。ちょっと僕これ苦手かもしれん。ここのよくわからん部分は美味しくないかな。おお、いや、やっぱこの明太子の皮は安定してうまいね。まあ個人的にはビールよりかは焼酎の方が合うかなと思いますけど。どうしようかな、焼酎持ってこうかな。めんどくさい。というわけで、結構残りも少なくなってきましたので、本日はもうそろそろラストスパートのお時間ですかね。さあ、ラストスパートごちそうさまでした。いやー、うまかったね。うまかったけど、やっぱ結構辛かったっすね。鼻の頭と頭皮の毛根からの汗がすごいっすね。これはもう一回シャワー浴び直しやな。本当に辛いものが苦手だよっていう方は、もう少し豆板醤とかコチュジャンを減らした方が食べやすいかなとは思います。まあ実際ピリ辛ではあるんですけど、こんだけの量を食べるとさすがに汗がすごいですもんね。辛さの蓄積っていうんかな。まあ、ただピリ辛である分、ビールがよう進む。まあこれは進みすぎなんやけどね。で、今回鶏皮に付随してたよくわからない部分を食べてみましたけど、決して美味しい部分ではないですね。まあただ期間というか食堂というか、管のところ、あそこうまかったっすね。全然癖もないし、ちょっとね抵抗あるかもしれないですけど、僕的には結構好きな部分でしたね。で、最後の最後に付け加えではあるんですけど、鶏皮を揚げるとき、鶏皮一枚一枚をこう剥がしながらバラバラにしながら揚げるっていうより、塊でもうバンって油に突っ込んでも結構勝手に油の中でバラバラになってくれたので、まあ比較的揚げる手間は少ないのかなとは思いましたね。で、鶏皮っていう部位っていうのもあるんですけど、普通天ぷらとか揚げると油ってどんどん減っていくんですよ。ただ今回鶏皮のこうチー油じゃないけど鶏皮からの油が出たんでしょうね。油のかさがだんだん上がっていくんですよね。まあ、なので僕みたいにいっぱい調理をするよっていう方は結構油の量は減らしてもいいのかなとは思いましたけど、というところかな。では今回はこの辺で終わろうかなと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。ではバイバイ。